ということで、前回はこの CL250 で峠道を走って、その基本的な乗り味を確認してみました。これから高速道路に乗ってちょっと移動してダートを走り、その後高速道路に戻り、このモデルのライディングポジション、高速巡航性能、装備品、そして良かった点悪かった点などまとめのコメントをしたいと思います。それではこの CL250 にはちょっと厳しいかなという林道ですが、走ってみたいと思います。で、この林道についてあらかじめ説明しておくと、ここスタートしてからだいたい1キロぐらいは結構な斜度で上りが続いています。で、その間の路面は今ちょっと前方に見えていると思いますが、路面はぐずぐずで全く踏み固められていないといった感じです。しかも結構大きい石が多くて、そういう点からもちょっとこの CL250 には厳しいかなという感じもするんですが、ただ峠道を走って前後ともにサスペンションの動きが想像以上にいいということが分かったので走ってみたいと思います。このモデルは ABS 以外は電子制御、電子装備はないので、このままスタートということになります。タイヤがタイヤなんで、一番走りにくい先ほどのスタート地点、滑りまくりという感じではありましたが、そしてここからもずっと険しい上りが続きますが、エンジンの方はエンストする気配もなく、一足に入れてゆっくり進んでいけば意外といけるなという感じ。今ちょっとフロント取られましたが、この辺りはやはり19インチらしいところです。ただやや幅広のハンドルバーをぐっと握ってホールドしておけば転倒までには至らない。ただ路面がご覧の通り全く踏み固められていなくてぐずぐずなんですよね。ここ2速でちょっとこう多めにスロットルを開けるというのもいいかもしれないです。この方が路面を噛む感じが明確に伝わってきて走りやすいかもしれないです。今滑りましたね。油断するとね、ここはこんな感じ。こういった場所を行けるか行けないかと判断するのは、ライダーの経験値というか腕前による部分が相当大きいと思いますが、私の印象としてはイメージしていたよりはずっといけちゃうという印象です。さすがにタイヤは19インチなんでコース選択をしてできるだけ走りやすいところを選ぶ必要はありますが、意外と大丈夫ですね。このハンドルバー CRF に比べるとやや短いかなという感じがしますが、フロントタイヤが鹿がいましたね。鹿がわんさかいますね。鹿と並走。
はい、先ほどの続きですが、このモデルハンドルバーが CRF と比べると若干短いかなという気がしますが、フロントタイヤが19インチなんで、私はこの長さでも十分だと思います。ただ欲を言えばもう少し長い方が先ほどのようなちょっとグズグズのところを走りやすいかなと思います。ようやく登りきってフラットなエリアに出ました。こういうところを走り始めると、やはりフロントの19インチタイヤがもたらす安定性が結構効いているなと、また鹿がいましたね、いう感じがします。さすがにオンロードと違ってこういった場所を走るときはもうがっちりハンドルバーを押さえ込む必要はありますが、それでも基本的には19インチのホイールとややボリュームのあるタイヤ、峠道でコメントした通りそこそこ質量があると思いますが、それがぐるぐる回っていることによるジャイロ効果が結構効いていて、安心感も私がイメージしていたよりはずっと高いといった印象です。ただタイヤがタイヤなので、無理はできないですね。排気系がエンジンの下を通過しているんで、先ほどのような蛇行している轍がたくさんあるポイントではどうかなと思いましたが、音から言って明らかに何かにヒットするということはなかったようです。ここはぬかるんでるんでちょっと大丈夫ですね。あとこのモデルは峠道でそのスロットルをパッとこう上げた時の回転上昇、あと回転落ちがやや穏やかになっているような、もっと言えばエンジンのクランクマスを少し増やしたようなフィーリングがあるとコメントしましたが、こういった林道走行で低めのギアに置いてこう前傾状態からこうパッと開けるとこんな感じで、それなりに CRF250L と同じババッという突きの良さも味わえるし、いいですね。なかなか楽しい。タイヤよく滑りますね。リアのタイヤがこういうところを走るのにはちょっと太いんですよね。フロントタイヤが CRF と比べるとやや小さい19インチなんで、安心感、走りやすさという意味では一段劣ることは間違いないと思いますが、その分足つきが良くなっているので、やはり気楽は気楽です。気楽さという点ではもしかしたらこの CL250 の方が CRF よりも1枚上手と言えるかもしれません。今リアブレーキを踏んでいますが、リアブレーキは峠道でコメントした通り、やはりこういったダート走行においては使いやすいですね。こう引きずっている時のフィーリングもいいですし、こういったエンジンの駆動力を調整する時もやりやすいといった印象。フロントはどうでしょうか。フロントも ABS が効くまで結構安心感を伴って握り込んでいける、レバーを引き込んでいけるといった感じ。フロントもなかなかいいと思います。あと CRF と比べるとライダーの着座位置が低いので、バイク全体の重心の低さというのも若干感じられます。これも走りやすさにつながっていると思います。こんな感じで状況が分かれば若干速度を上げて遊ぶことも比較的気楽にできるんじゃないかと思います。今ちょっとフロントが隠れ抜かれに取られましたけど、やはり19インチホイールで安定性高いので大事には至りませんでした。広くなっているところで折り返しましたが、ハンドル切れ角はもう少し欲しいかなという感じ。決して少なくはないんですが、こういった林道行き止まりまで行くと折り返さなきゃいけないということが結構ありますが、そういったシーンではややハンドル切れ角足りないかなという感じがします。前後のサスペンション
特にこのフロントに関してはやはりこうブレーキをかけた時、そしてギャップを踏み越える時など分かるんですが、ストローク量が多いというよりはやはり動き出し、フロントフォークの沈み込みの初期の動きが軽いんですね。これが結構フロント周りの安心感につながっていると思います。なのでこうブレーキをかけた時もぐっと荷重が乗っかるのがよく分かって、ライダーはそれを感じながらブレーキをかけられるといった印象です。でちょっとスタンディングを試してみます。はい、私の体格だと膝を伸ばすようなスタンディングというのはもう全然、これだとどこをホールドしていいのか分かりませんが、膝を少し曲げて、ちょうどこのモデルのデザイン上のアイコンともなっているこのタンク両サイドのニーパッド、これを膝で挟むようにして走ると、また鹿が、今日は鹿が多いですね。このような、長身の方はね膝を曲げざるを得ないと思いますが、こういうスタンディングであれば結構できるなという感じ。ただ膝が曲がった状態なので長時間は厳しいとは思いますが、やってやれないことはないと。またこのタンク両サイドのニーパッドに関しては、私はこれは飾りであろうというコメントを用意していたんですが、こういう時はちゃんとこのニーパッドを挟むような、両膝で挟むような感じになるので、実際にこのようにやってみると、これはこれでちゃんと機能部品として働いているなという感じ。最低地上高の問題があるので、例えば丸太を乗り越えたりとか、大きな岩を越えたりとか、液パイをヒットする可能性があるので、そういったところはねさすがに無理ではないかと思いますが、それ以外に関しては私が想像していたよりもずっといけると、いけちゃうといった感じでしょうか。この CL250 にはちょっと厳しいかなというエリアも含む林道から無事生還して高速道路に戻ってきました。まず私が両手で握っているこのグリップ、ハンドルバーの高さですが、このようにオンロードを走る上においてはとても自然な位置にあると思います。ライダーがシートにまたがって手を伸ばせばそこにグリップがあるといった感じで、このハンドル位置であれば多くの方がロングツーリングなどでも疲れを感じることは少ないのではないでしょうか。シートの最も自然な位置に着座して、その両手のグリップを握ると、ライダーの上半身はそうですね、ごくごくわずかに前傾といった感じでしょうか。肘に余裕を持たせているとそんな感じなんですが、完全に肘を伸ばせばライダーの上半身は完全に直立するといった感じで、街乗りからロングツーリングまでさまざまな走行条件に適合すると思います。今私はステップから真上に着座面に向けてまっすぐ上に足を持ち上げているのですが、そうですね、どれぐらいでしょうか、7、8センチぐらいは楽に上がるので、膝もゆったりしていてなかなか良いのではないかと思います。またこのモデルのステップなんですが、林道走行をしている時に気づいたのですが、こうして走っているとやや後ろについているかなという気がしていて、で先ほどもですねちょっとこの CL250 には厳しいエリアを含む林道を走ったわけですが、ぐらついた時に足をつく場合など、このステップはライダーのふくらはぎの後方に位置することになるので、このステップは足つき性の邪魔にもならず、なかなか良い位置についていると思いました。デザイン的にはちょっと幅広でフラットな形状のシートを採用しています。試乗会の時と違って今日はかれこれもう7時間以上ぶっ通しでこのモデルに乗っていますが、今日一日を通してお尻が痛くなるということはありませんでした。ウレタンは実はそんなにふかふかしているわけではありません。見た目上タックロールが入っているので座り心地が良さそうなシートだなと見えるんですけれども、実際にこうやって走ってみると案外シートは固めに調整されているなという印象です。ところが先ほども言った通り着座面の幅が結構あるので、それで今日1日7時間以上乗ってもお尻が痛くならなかったのではないかと思います。このシートの幅の広さに関しては足つきの時に足の付け根に当たるという声もあるみたいですけれども、私ぐらいの体格だとそれは全く気になりませんでした。
このモデルはタコメーターがないので回転数は分かりませんが、今私は6速トップギアで前方を走っているトラックに合わせてだいたい70キロぐらいで巡航しています。この状態から右手を開け閉めします。100キロぐらいまではそれほど急激に加速するわけではないですけれども、だいたい1秒に1キロぐらいずつ車速が上がっていくという感じなので、それほどストレスなく前のトラックに追いついたという感じです。ではちょっとギアを落としてみます。はい、今4速まで一挙に落としました。この音聞こえますかね。なかなかいい音ですよね。例えばホンダの GB350 などと比べると排気量がやや小さいので、その空気の層を引っ叩くような破裂音的な音質というのはちょっと少なめになっていますが、その分このモデルはやや高音域が強調されているようで、回すとこんな感じでとてもいい音を聞かせてくれます。この音がこのモデルの魅力の一つになっていることは間違いないと思います。もう一足落としてみます。エンジンの回転数は想像するしかありませんが、かなり回してもこんな感じで音が全く連続的にならず、歯切れのいいビートがいつまでも続くというのがとても良いところだと思います。また6速まで戻してきました。この6速で高速道路を走りながら右手をこう開け閉めするのがこのモデルは本当に楽しくて、これは私は試乗会の時には全く予想できなかったので、意外なキャラクターを持っているなという印象です。こうして開け閉めするとまるでクルーザーモデルのように、排気量が大きくないので、なんていうかこうトットっていう感じではありますけれども、豊かな排気音が聞こえてくるのと同時にライダーにも明確にエンジンのそのパルス感というかビートが届いて、なかなか走り応えがあっていいなと思います。私はこのエンジンを搭載したモデルに結構乗らせていただいていますが、この明確なパルス感という意味においてはこのモデルが一番なのではないかと思います。ここ最近私が乗った 250cc の中では高速道路のクルージング一番楽しいのではないでしょうか。カムシャフトが同じということなので、ほぼ CRF250L ラリーと同じエンジンだと思うのですが、あの2つのモデルに乗らせていただいた時もここまで明確なパルス感、鼓動感というのはなかったので、もしやと思ってこれも真似しないでいただきたいんですが、このように走行中にちょっとだけ右手を離してこの後ろのサイレンサー、大型のサイレンサーのヒートガードを触ってみると、このサイレンサー自体が結構振動しているというのが分かります。重さ、質量もそれなりにあると思いますが、それがこうブルブルと震えているわけですから、これだけライダーに明確なパルス感が伝わってくるのもなるほどなと思わせてくれます。走行中にライダーに明確なパルス感を伝えるということも想定してこういうデザイン、サイレンサーの大きなデザインを採用しているのだとしたら、やはりホンダというメーカーは恐ろしいなと思います。結果的にそうなっているのかもしれませんが、いずれにしてもこのサイレンサーは音だけではなく豊かなパルス感をライダーに明確に伝えるということに関しても貢献度は大きいのではないかと思います。それではちょっと交通が詰まってきたので車線変更しながら走ります。私はこの高速道路走行中のこのモデルの安定性も本当に素晴らしいと思います。これに関しても私が近年乗った 250cc の中でこれだけ安定しているモデルというのは
ちょっと記憶になく、本当にこの安定感は頼りがいがあるなと思います。この19インチのホイールとややボリューム感のあるタイヤが高速で回転している、そのコマのような効果、ジャイロ効果によるものだとは思いますが、おそらくホンダは革新的に狙ってこうしているのだと思います。ただ峠道でコメントした通り、ちょっとこのハンドルバーによって誤解されやすいところもあって、ハンドルバーに少し入力すると分かりますかね。映像でも分かるといいんですけれども、このフロントタイヤ周りは超安定しているだけに、ハンドルバーに入力してしまうと、その反動でどちらかというと不安定な挙動が車体の方に出やすいんですよね。なのでこういったモデルに乗っているときは、もうフロント周りはもう絶対的に安定しているんだということを信じて、やはりこの両手のグリップはひよこを握るようにやんわりとホールドしておくのが良いと思います。そうしておけば、先ほども私が言った通り、多少風が吹こうが何が起ころうが、このモデルはビシッとまっすぐ走ってくれると思います。先ほどから何回か高速道路の路面のつなぎ目、橋のつなぎ目などを乗り越えてきていますが、やはり前後のサスペンション、試乗会の時に感じたよりは相当しなやかに動いてくれているようで、座面がやや幅広なシートの貢献度もあるとは思いますが、高速道路走行中の乗り心地も総じて快適だと思います。試乗も終盤なのでまとめに入りたいと思いますが、まず私がこのモデルで良いと思ったところは、なんといってもこの豊かなパルス感がライダーに明確に伝わってくるというところ。理由については先ほどコメントした通りなんですが、 250cc のキャパシティの単気筒で、これだけ明確なパルス感が伝わってくるモデルというのも近年では少なくなってきていて、そういう点では貴重な存在でもあると思います。また先ほどから尺を取ってコメントしてきた通り、このフロント周りの安定感ですね。このモデルはおそらくビギナーの方やリターンライダー、女性の方などあまり深くバイクに触れてこなかった方々に安定性たっぷりで乗って楽しく、そしてリーズナブルな価格でバイクを提供しようというのがホンダの目的であったのではないかと想像しますが、そういう点からするとこのフロント周りの安定性というのはそういった皆さんの相当心強い味方になってくれるのではないかと思います。次に装備品の紹介をしながら、ちょっとこのモデルの気になるところもコメントしていきたいと思いますが、まずこのメーターパネルですね。今日走行中に何度かコメントしましたが、私としては液晶パネルであってもこの周りにね回転数が表示されるなど、回転数が分かればこのモデルがもっと楽しくなったのではないかと思います。またですね、今明るいところに出てきたので分かると思いますが、このモデルは反転液晶を採用しているんですが、若干コントラストが低いようで、この透明の風防、メーターのカバーですね、これに少しスモークがかかっているんだと思いますが、カンカン照りの日差しの中とか照明が効く夜はいいと思うんですが、今のような状況だと少し見にくいと感じる方が多いのではないかと思います。またですね、これから紹介するポイントというのは、このモデルがレベルとメインフレームをほぼほぼ共有しているところに起因する問題だと思いますが、イグニッションのメインスイッチはこのタンクの下側、左側にあって、私は右利きなので、このオンオフメインスイッチも右側にあった方がありがたいんですが、これに関しては左利きの方もいるので、その点は一歩譲るとして、このステアリングロックが別体式になっているというのは、これはレベルからの流れでしょうがないんだと思いますが、これだけモダンなデザインの乗り物であれば、レベルも含めてですけれども、伝統的なクルーザーモデルのようなわざわざステアリングロックを別体式にする必要はなかったのではないかと思います。あとこれもですね、メインフレームをレベルと共有していることに起因すると私は想像していますが、このライダーのニーグリップの位置がもうタンクの下の方に外れているんですよね。私は身長179センチで体格は結構大きい方ですが、この私がですね普通に乗っていると、このオンロード走行中はこのデザイン上のアイコンともなっているタンク両サイドのニーパッドから膝は完全に外れて、その下、タンクよりも実際にはもっと下で、そのタンクを支えているメインフレームの部材あたりをニーグリップしているような感じになっています。これはこれでね、林道走行中にこの
タンク両サイドのニーパッドはそれなりに機能しているとコメントしましたが、オンロード走行中を想定して、私はこのタンクの下にちょっとニーグリップしやすいような別体式のパネルなどがあれば、よりニーグリップしやすかったのではないかと思います。ただ私はこのモデルに関しては細かいことを言うつもりは全くありません。おそらくこのモデルの目的というのは、先ほども言った通り、あまりバイクに触れてこなかった皆さんに対して乗りやすく楽しく、そしてリーズナブルな価格でバイクを提供するということが大きな目的であったはずで、そういうバイクに対してとやかく言うのは、私は野暮というものだと思います。全体的には私はこの CL250 というバイク、出来はとても良くて、レベル250と肩を並べるぐらい人気モデルになっても全くおかしくないと感じました。はい、ということで今日はホンダの CL250 に試乗しました。それでは今回改めて試乗したホンダ CL250 の外観、主なスペック、装備などを確認していきましょう。全長は 2175mm、全幅は 830mm、全高は 1135mm、ホイールベースは 1485mm、最低地上高は 165mm、シート高は 790mm、車両重量は 172kg、タイヤサイズはフロントが1108019インチ、リアが1507017インチ、エンジン形式は水冷4ストローク4バルブ DOHC 単気筒、ボアストロークは 76mm×55mm、総排気量は 249cc、 圧縮比は 10.7 で最高出力は24馬力8500回転、最大トルクは 23Nm 6250回転となっています。低回転域でのトルク、高回転域までよどみなく吹け上がるスムーズなフィーリング、アシスト&スリッパークラッチを採用したことによる軽快なシフト操作がこのエンジンの大きな魅力と言えるでしょう。エキゾーストパイプ、サイレンサーの外観はご覧の通りとなっています。特にサイレンサーはこのモデルのキャラクターに大きな影響を及ぼしており、それについては前編後編にわたって詳しくコメントしています。メインフレームの主要部分はレベルシリーズと共有しています。またシートレール、サブフレームもレベルシリーズと外観は似ていますが、こちらは全くの新作です。レベルシリーズではクルーザーらしいデザインと自然なハンドリングを両立するため、フロントフォークとステアリングシャフトの間に2度のオフセット角がありましたが、このモデルではそれはありません。フロントサスペンションは 41mm 系のインナーチューブを持つ整列タイプのテレスコピックフロントフォーク、リアサスペンションはプリロード調節可能なオーソドックスなツインショックと円形の断面を持つスイングアームの組み合わせとなっています。スイングアームはピボット部に向けて内側に追い込まれているほか、ショックアブソーバーはバンプラバーが上、ダンパーが下という構成になっているのが特徴的な部分と言えるでしょう。フロントブレーキは日清製片押しタイプワンポットキャリパーと 310mm 系のローターを組み合わせたセミフローティングタイプのシングルディスクブレーキ、リアも同じく日清製片押しタイプワンポットキャリパーを持つシングルディスクブレーキとなっています。ハンドル周りのデザインはご覧の通りです。ハンドルバーはやや幅広で、左右のスイッチボックスはホンダの最も一般的なタイプを採用。左右のレバーもシンプルそのもので、角度調節のアジャスターダイヤルなどは装備していません。メーターパネルはやや小型な反転液晶タイプ、タコメーターはありませんが、ギアポジションインジケーターや燃費計、トリップ A、B など必要最小限な機能は持っています。サイレンサーとともにこのモデルのデザイン上のアイコンとなっている燃料タンクの形状はご覧の通りとなっています。タンク両サイドにニーパッドを備えるほか、給油口はヒンジ付きのエアプレーンタイプを採用しています。燃料タンクの容量は12リットルとなっています。メインスイッチはタンク下左側、ハンドルロックはステアリングシャフトの下右側に位置しています。左右のステップ、ペダル形状はご覧の通りです。快適性を向上させるために左右のステップには中空タイプのラバーを装着しています。シート形状は薄くフラット、やや幅広で、ライダーズシートのタックロールが外観上のアクセントとなっています。シート下にスペースはほとんど残されていませんが、
タンデムシート下側に ETC 車載機用と思われるスペースが確保されています。灯火器類はウインカーを含め全て LED を採用しています。